不動産屋さんの階段へようこそ。これは山梨県の某所にお住まいの50代男性の方からいただいたお話です。その方を仮に永山さんとお呼びします。永山さんは会社が休みの日は必ず犬の散歩をしていました。その休みはとても良い天気で、永山さんは犬の首輪にリードを取り付け、さあ行こうと元気よく家を出たそうです。永山さんの家の周辺は山梨県らしく、桃畑やぶどう園に囲まれています。そのためたまに軽トラックの往来があるだけで、至って静かで気持ちの良い散歩ができました。さて、永山さんがいつものコースの農道をしばらく歩いていくと、暖かい陽気のせいか愛犬の息が早くなったので、途中の畑の中で休むことにしました。そして愛犬に持参したお水とドッグフードをその場で与えていたそうです。休みの日は畑にはあまり人がいないので、たまに吹いてくる風が永山さんも愛犬も心地よく感じ、平和だなぁとそんなひとときをかみしめていました。そしてなんとなく永山さんが今来た道の方向に目を向けたそうです。遠くにビニールハウスが見えたのですが、その辺りから2つの人影が現れて永山さんの方角に歩いてきました。ちょっと奇妙な歩き方だったので、おやと思い、よく見るとそれは女子高校生の2人組でした。地元の県立商業高校の制服を着ていたのですぐ分かったそうです。永山さんは珍しいな、今日は日曜日だよな、なんで制服着た子が昼間にこんなところを歩いているんだろうと妙に思いました。すると水を飲み終えて休んでいた愛犬が突然遠くに目をやり、そわそわとおかしな動きを始めたのです。はあはあと息を荒くして永山さんに飛びつき、早くここから離れたいといった仕草をしました。こんな犬の様子はめったにないので、永山さんが「どうしたんだい?」と話しかけるも、何かに怯えたような感じだったので、頭を撫でて落ち着かせました。その最中も向こうからあの女子高校生2人組が近づいてきます。犬はどうやら彼女たちに怯えているようでした。人懐っこい犬がなぜ女子高校生を怖がるのか奇妙でしたが、でも永山さんもすぐにその訳が分かったそうです。彼女らの歩く様がとても不自然だったのです。二人の制服を着た少女が肩をぴっちりとつけて、まるで二人の体がくっついているかのような歩き方でした。髪型が二人とも今時珍しい時代遅れのおかっぱ頭で、それが昔話の妖怪のように見えました。そしてカバンを二人とも前に持ち、シンクロするかのような歩き方で、それは人間というより無機質な機械仕掛けの人形のようでした。二人ざっざと靴音を立てながらどんどん永山さんの方に近づいてきました。この先は工場があるだけで何もなく、どうして彼女らがこちらに向かってくるのか不可解でした。でも永山さんは彼女らの視線から直感的に自分を目指してきているのだと思ったそうです。それも決して友好的な感じではなく、殺気だった危険な感じがしました。その間も愛犬は必死に永山さんに早く早くとせかすようにリードを引っ張っています。すると女子高校生が近寄ってくるにつれ、おかしな話ですが、永山さんにはその単に不自然な動きに見えた少女たちが女子高校生の姿をした得体の知れない何者かに見えてきたそうです。愛犬もそれを動物本能で先に察していたのです。
長山さんは直感ですぐにこの場から逃げなくてはいけないと分かったそうです。この農道の先には工場の高い塀があり、道を挟んで造園会社の資材置き場兼稲わらの集積場になっており、そこまで逃げれば工場の塀が影になり、彼女たちからは見えなくなる。そうとっさに長山さんは考えました。そこで急いで愛犬を右の脇腹に抱えて走り、積み上がった稲わらの陰に身をかがめて隠れたそうです。愛犬も飼い主の意図を察したのか静かにしていました。思った通り工場の塀が長山さんをうまく隠してくれたので、そこから長山さんは不気味な女子高生たちの動きをゆっくり観察することにしました。どれくらい隠れていたのか10分ぐらいに感じましたが、おそらく1分ぐらいだったそうです。あのおかっぱ頭が2つ、ロボットのような動きで上下して見えてきました。長山さんは「来た!」と心の中で叫び、息を潜めていました。するとその2つの頭はすっと分かれ、お互いキョロキョロ辺りを探し回っています。それは明らかに誰かを探している素振りで、間違いなく長山さん本人を探していました。そしてその時でした。少女の一人が到底女性の声ではないのぶとい男性の声で「どこに行った?」と言いました。長山さんは自分の耳を疑ったそうです。それは言語として発せられたのか、長山さんの頭の中に意味が言葉として聞こえたかは不明でした。するともう一人の少女も「どこに消えた?」と同じく低い男の声で言いました。長山さんはひやりと背筋に冷たい汗が流れるのを感じ、やつら女子高生なんかじゃない、何者なんだあいつらは、と彼女らが普通の少女ではないことに確信を持ちました。何の目的でどうして長山さんを探すのか、自分を見つけたらどうするつもりなのかなどなど疑問が頭を駆け巡っていたそうです。とにかく見つかってはいけないと長山さんは必死で息をこらえていましたが、こんな緊迫した中でふとあることを急に思い出しました。それはこの長山さんが住む山梨県の某エリアでは昔からいろんな奇妙な出来事があったことでした。以前不思議な光の玉を目撃した人が多数出て警察まで出動したことがあり、それは後に知る人は知るあの有名な甲府事件と呼ばれるようになりました。また長山さんが小学生の頃、奇妙な光の物体を見たという上級生がいたことなど、誰にも原因がわからない怪奇現象が起きるミステリーゾーンだったのです。そのこととこの女子高校生もどきが関係するかは分かりませんが、現実に今おかしなことが起きているのです。このまま愛犬とここでじっとしているのが良いのか、思い切って反対側に逃げるべきか迷っていました。女子高生は依然としてキョロキョロ長山さんを探し回っています。この近くにはバイパスがあり、自動車の行き交う音が聞こえていました。その騒音に紛れて気づかれないように長山さんは少しずつ後ずさりをしていきました。リードを持つ長山さんの手は汗で濡れ、愛犬もじっとおとなしく耐えているようでした。すると突然長山さんが背にしていた稲わらの右側あたりから一台の軽トラックが農道にゆっくり入ってきました。長山さんは「ああ助かった」と思いました。
近所の果樹園農家の男性がいつもと変わらず軽トラでどこかに出かけるようでした。それを見て2人の女子高生はピタッと一瞬動作が固まりました。その様子を永山さんはじっと観察していたそうです。やつらどうするつもりだ。そう思うと同時に2人は機械のように軽トラックの脇をものすごい早足で逆の方向に抜けていきました。それはあっという間だったそうです。その走る速さは到底人間技ではありませんでした。そして彼女らはそのままバイパスの方に向かっていきました。永山さんは呆然とその場に立ちすくみ、彼女らが完全に消えていくまで見届けていました。そしてあの女子高生たちは明らかに生きている人間ではないと確信したそうです。後に永山さんは、彼らはまるで異世界の何かで人間を模倣するようにプログラミングされているかのようだと感じました。永山さんのような人間が一番油断する姿で現れた魔物か妖怪、もしくは地球外生命体か、それは分かりませんが、プレデターのように人間狩りをしているのではと思ったそうです。もし彼女らに見つかったら、ひょっとして自分は神隠しにあったように、彼女らの検体か獲物としてこの世から消えてしまったかもしれないとも思いました。そして最後に永山さんは、口頭無形に聞こえる話で証明のしようがないので、もう信じるか信じないかの世界になります。そう話していました。でもつい先日、アメリカ政府によって米軍が正体不明と認めた UFO 資料161点を公開したばかりです。永山さんの体験の真相もそう遠くない将来に解明されるのかもしれません。なお、日本の地球外生命体との遭遇事件、交付事件に興味のある方は、ぜひネットで調べてみてください。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。